皆様お疲れ様です。育児休暇中のあおさんです。今回は久々にアクアリウムの動画を皆様にお届けしたいと思っております。以前に私このような動画を、投稿したことがあるんですけど、今回はこのフィルターについての動画です。以前の動画をまだ見られていない方はぜひそちらの方を先にご視聴ください。前回このフィルターを掃除したのが5月の1日なんですけど、今現在6月の中旬なんですよ。なので、1ヶ月半でどれぐらいの糞を集めることができたのか、このフィルターの優秀さをこの動画で、皆様にお届けしたいと思っております。アクアリストの皆さんってフィルターを改造するとかって結構興味がある内容だと思うんですよ。今回使用した商品等は全て概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらの方もご覧ください。それではまず簡単な、現状報告をさせていただきたいと思います。こちらが世界水草レイアウトコンテストに出品した水槽の現在の状況となっております。流木の上にモスがすごいたくさんわさわさしてて、もう育ちすぎてて、これどうしようかなってちょっと思ってる最中です。一応フリマサイトで出品とかはしてるんですけど、モスってね全く売れないんですよね。で一応出品はしている手前捨てずにこのまま取っておいてるって感じです。これもっともっと増えて水面まで到達するようなことになれば、もう取って全部捨てちゃおうかなと思ってます。であとはこのライティングがちょっと上すぎるのかどうかわかんないですけど、ライトの光量がちょっと足りてないのか、ロタナの成長がねあまりちょっと芳しくない状況ですね。一応増えて水面まで伸びるっていうのをもう 2,3 回繰り返してるんで、切って植え直してっていうことをやってはいるんですけど、まだいまいちねここのちょっと見栄えがあんまりよろしくない状況ですね。あとは私が愛用しているトライアングルグローの、画像を見ていただければ分かると思うんですけど、右の方のねライトがつかなくなったんですよ。で一応これチャームさんに相談はしたんですけど、もう買うよりも修理の方が高くなるから新しいの買ってくれっていう返答が来ました。なのでこれのせいでちょっと水草の育ちが悪くなっているのかもしんないです。メイン水槽は今のところお届けする内容としてはこんなもんですね。次はこの水槽台についてなんですけど、真ん中の木の部分がねちょっとふやっとしてるのって見ていただければ分かると思うんですけど、この水槽台ね以前こちらも動画で紹介させていただいたんですけど、正直ねそこそこ金額するんですよ。3万円しないぐらいのものなんですけど、正直ねあまりこの水槽台ねおすすめちょっとしにくいなと実際使ってちょっと思いました。理由としては水槽ってね水やっぱこぼれたりするじゃないですか。で、その水がこぼれて時間が経っていくとこのようになったっていう感じですね。ここもわかるかな、これでわかりますかね。天板がね若干湾曲しているような気がするんですよ。でこの状況めちゃめちゃ怖いなっていうのを奥さんとちょっと話してて、次引っ越しするタイミングでこの水槽ちょっともう捨てようかっていう話もちょっと出てるぐらいです。結構ね見た目がいいっていうのとコスパがいいっていうので気に入ってる水槽やったんですけど、もうこの家で使っているので多分最後になるんじゃないかなと。あまりにも寿命が悪かったんで、コスパがいいとも言えないんですけど、このような現状です。この水槽ね正直本当あまりおすすめしないので、買おうと考えている方は、僕の意見を参考にしていただいても全然いいと思いますし、買っていただいても普通に水槽を乗せることもできると思うので全然いいと思います。続いてはこちらの60センチコリドラス水槽の映像です。今ねサテライト左の上の方に設置してるんですけど、そちらの方に多分ハイブリッドコリドラスと思うんですけど、今2匹ちょっとね治療中で隔離してます。またね尾びれがちょっとエビに食べられているっていう状況をちょっと発見して、今尾びれが回復するまでちょっと隔離しているっていう状況です。特に何かの病気になっているっていう風な様子もないので、一旦ちょっと様子見っていう感じにはなってます。特に薬浴とかもしてないです。それ以外の個体は基本的なみんな元気に過ごしてますね。でもねこの水槽ねちょっとねコリドラス水槽っていうか、もはやもう南沼エビ水槽みたいな感じになってるんですよ。南沼エビがちょっと繁殖しすぎてて、もうねおそらく100じゃ効かないくらいの生態数がこの中に今ちょっと入ってるっていう現状ですね。もうね初期から飼育を続けている個体コリドラスパンダなんですけど、もうすぐね4歳になるぐらい長生きしてくれてます。本当にね可愛いので、ぜひね今後アクアリウムをやろうと思ってる方はコリドラスの導入をちょっと考えてほしいくらいもう激推しです。めちゃめちゃ可愛いです。この熱帯魚もう4年も飼育してるんでね家族同然っていう風に私たち夫婦は考えてます。それでは前置きはこれくらいにして、今から外掛けフィルター外していきたいと思います。
これ私が毎回使ってるアクアリウムセットです。中身汚くてすいません。いろいろ突っ込んでます。ではこちらが取り出した JEX スリムフィルター M になります。L とか S とかでもサイズを間違えなければ改造することはできると思うんですけど、僕は M をずっと愛用してます。もうね、3年くらい潰れてないんで、かなり優秀なサブフィルターとしてこいつ活躍してます。では一回ちょっと開けてみますね。思ったよりって思うじゃないですか。これね、また中見たら皆さんの意見もちょっと変わるんじゃないかと思います。じゃあこいつ一回ちょっとバケツの中に出してみます。中身に溜まってる糞は大体こんな感じで、今すべて下に出しました。この映像で今分かる方は分かるかもしれないんですけど、外掛けフィルターといえどもやっぱりね、エビってどうしてもね混入しちゃうんですよ。こいつ今からちょっと画面外で助け出して水槽には戻しますけど、一応汚れとしてはこんな感じです。1ヶ月半の汚れとしては結構すごくないですか。1ヶ月半でこれだけの糞が取れるっていう、かなり優秀な外掛けフィルターだと思ってます。で、うちの水槽ってコリドラスの繁殖に成功してるんですけど、コリドラスが増えているにもかかわらず、もうどう考えても結構オーバースペックな水槽にはなってると思うんですけど、それでもみんなが元気に過ごせてるのは、このサブフィルターが結構大量な糞を取ってくれてるから、みんな元気に過ごせてるんじゃないかなっていう風に、最近そういう風に考えるようになってきました。この辺以前の動画で紹介してるやつなんですけど、こういう風にプラの板がだいたい4セットで、こいつらを今から掃除してきて、元のフィルターの中に戻して、軽く中の構造を皆さんに紹介しようかなと思います。では洗ってきます。はい、洗ってきました。まずこのフィルターの構造、だいたいフィルター持ってる人は中の構造とか分かると思うんですけど、まずはこのスクリューがこの中に、丸の中に入ってます。前ね、ここの緑色のこの部分取れたんですよ。でガーッと水槽の中で言うようになったんですけど、アロンアルファでつけたら一応通ったんで、このまま使用してます。かなりね、ほんとコスパのいいフィルターです。これ確か1000円しなかったんじゃないですかね、この外掛けフィルターで。こいつはまずこの中になんかうんこついてる。こいつまずこの中に入れます。で、簡易的な穴ついた蓋を中に閉じます。で、ここをカバーするこういう丸いのをつけて、ここを閉めます。で、この丸のところにこれをつけて、この上にスポンジをかぶせるっていう構造です。こいつがもうほんとモーターなんで、水の中にある水中モーターなんで、かなり静かな音が全く外に漏れないっていう感じのフィルターです。ほんとね、これマジでおすすめですよ。外掛けフィルターの中だったらもう僕の中で一番おすすめなフィルターですね。で、こいつ本体がこういう風になってるんですけど、まず構造的には超簡単に説明しますね。ここから水入ってきて、この穴のところの一番下まで水を行かせるために、同じ形に切ったこいつを入れて、上だけね網目になってるんですよ。わかりますかね。で、この網目の部分をこういう風に入れて、ただここ一番下まで行くんですよね。アクリル板で蓋されてるんで。で、このまま下行って、この網を通って上から水が抜けてくる。で、こっからジャバジャバジャバってなるのをこっから排出されるって感じなんですけど、このアクリル板の形見ていただいたら分かる通り、こういう形してるんですよ。このフィルターってここに突起が2つあるんですよね。この形に合うようにこの裏板が切られてるんで、どうかな、こういう風にするとまた横と上に隙間がなくなるんで、ここを通って下から水が前面に来て、前面の下側から上に上がっていって排出されるっていう感じの仕組みの改造です。で、あとはこのスポンジを飼育水で洗います。バクテリア死んじゃうんで。これがね、一番ちょっともうポシャってそうで結構ちょっと心配です。よし、こいつどけて、このまま洗います。洗ったんで、洗ったろ材をこの隙間に全て敷き詰めていくという感じです。一つ注意点。この最初水入るところ、ろ材一番最初に入れないといけないです。これは改造したら実際わかることなんですけど、入れないとここパカパカしてるんで、このプライターを固定させるためにここにろ材が必要なんですよ。なのでこいつを一番最初に入れます。
横から見たら大体こんな感じです。以前の動画でもコメントあったんですけど、何リットルぐらい露材入りますかっていうコメントあったんですよ。正直ね、リッターでどれぐらい入るかっていうのは正確にはお答えできないので、その時もコメントで申し訳ございませんって謝ったんですけど、まあね、結構ね、想像以上にね、これ露材入るんですよ。もう今軽く見たら分かる通り。これがだいたい後ろ面なんで、もう一個前面の方に同じぐらいの量が入ります。かなり優秀な改造フィルターですね。では前面の方にも。アクアリウムって生態買うのも育てるのももちろん楽しいんですけど、まあその作り出した箱の中に自分の好きな景観を作ったりとか、あとはこういう風に育てるための部品をこういう風にカスタマイズできるっていうのもね、なんか一つの楽しみとしてありますよね。皆さん改造フィルターとか作ったことありますか？よかったらぜひコメントとかで教えていただければ、今のところ必ず返信はしているので、ぜひコメントの方ください。だいたいこんな感じです。ほぼ1、2ヶ月とかでメンテナンスしてるんで、もうすごい簡単です。このフィルターのメンテナンス。で、これだけの露材が中に入ります。本当にね、物理ろ過の役割も、まあ、リンゴ露材なんで、軽い感じで物理ろ過を果たしてくれるんですけど、主に本当にもう、生物ろ過メインですね。じゃあ、こいつ今から水槽をセッティングして、流量とかを皆さんに見ていただきたいと思います。では電源入れます。スイッチオン。よし、無事水が出てきました。ちなみにこのフィルター設置してからは僕ずっと最強でマックスで動かしてます。っていうのももうメンテナンス頻度がかなり高くなるんで、まあ常にマックスでしてるという状態ですね。でも中に糞が詰まったりとか、何かしらのものが水草のちぎれたのが詰まったりとか、まあそういったことがもし起こった場合、外掛けフィルターって水槽の外に水が出ていってしまうっていう悲惨なことにもなりかねないので、まあメンテナンス頻度は高くなるっていうところがデメリットかなと思います。でもサブフィルターってやっぱりメインフィルターに何かあった時のためのものだったりとかっていうふうに思うんで、そういったところで大活躍してくれることは間違いないと思います。本当に生態のためっていうのがメリット、一番大きなメリットかなと僕は思います。あとこいつ安い、本当それですね。マックス水量でだいたいこれぐらいですね。本当にね、コリドラスの飼育にかなり向いているフィルターだと思います。コリドラスを育てるにあたってやっぱりその水草の成長ってやっぱりちょっと諦めないといけないところとかってあったりするじゃないですか。かなりこだわりを持って作らないと。でうちの水槽はかなり低床を薄めに引いているんですよ。なのでまあ、二酸化炭素が逃げる外掛けフィルターって言われてますけど、まあ、そういったところを気にせずに、まあ、強い流量を水槽の中に入れることができるので、本当にねコリドラスの飼育にかなり向いているフィルターなんじゃないかと僕は感じてます。いいね、ご機嫌やね。ごめんな、お待たせやったな。いつもより遅いな、ご飯。はい、お待たせ。はい、食べ、ほれ。食べ。はい、いかがだったでしょうか。今回の動画はここまでとなります。またアクアリウムの動画、必ず配信させていただきたいと思っておりますので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録、今回の動画が良かったっていう方は、ぜひ高評価の方をよろしくお願いいたします。青さんのキリスでした。ご視聴ありがとうございました。こちらの隔離していた2匹の個体なんですけど、撮影が終わってからよくよく観察してみると、片方のコリドラスに水カビ病みたいな症状が見られたんですよ。水カビ病ってうちの水槽で初めて出た病気になるので、ちょっとどうしたらいいのかわからずにインターネットで調べて、とにかく塩浴をした方がいいとの情報を得たので、今から塩浴をしようとしている最中です。で、この2匹の個体なんですけども、もう完全に尾ひれがなくなっている状態なので、これってお腐れ病とかになるんですかね。ちょっとお腐れ病とかも症状が見分けがつかないので、僕ちょっと判断がつきにくいので、もし詳しい方いらっしゃったら、ぜひコメントいただけると非常に嬉しいです。
で、一応インターネットで調べた情報の中で、まずは個体を取り出して、体についている水カビっていうのを取ってあげた方がいいっていうことが書いてあったので、1匹の個体を捕まえて、ピンセットか綿棒で水カビを取るっていう風に書いてあったんですけど、ピンセット使うのちょっと怖かったんで、私は綿棒を使って水カビを除去しました。でもね、結局この日ご飯も食べなくって結構衰弱している様子が見られたんですけど、もう塩浴をしたのも手遅れだったみたいで、次の日に朝起きて水槽を見たら2匹とも一緒に星になってしまいました。以前にも少し衰弱したハイブリッドコリドラスが尾びれをエビに食べられるっていう事象が発生したことがあるんですよ。やっぱりハイブリッドコリドラスって短命な運命に生まれてくるのかなっていう風に最近ちょっとずつ思い始めてきています。やっぱね、他のコリドラスってなんかエビと一緒に暮らしててもそういうことになったりしないんですよ。常に元気でいてくれてるっていうか、ハイブリッドコリドラスも普段は元気にしているんですけど、やっぱそういうのもあるんじゃないのかなっていう風に最近ちょっとずつ思い始めています。それでは今回の動画はここまでとなります。最後までのご視聴ありがとうございました。あおさんの休日でした。